こんにちは、ハットポーラーベアです。ホッキョクグマと聞くと、どんなイメージがありますか？白い氷の上に立つ、大きなクマ。そして、温暖化で氷が減って、餌を探せず痩せていく動物。今日は、いきなり僕の親戚の体重の話です。ちょっと気まずいですね。ところが最近、その物語を少し揺さぶる研究が出ました。氷が急速に減っているのに、ある地域のホッキョクグマたちは、痩せるどころか、体のコンディションを保っていた。氷が減っているのに？今日は、この意外な結果と、その裏にある自然の本当の複雑さの話です。まず前提から、僕たちホッキョクグマにとって、海氷はとても大切です。というのも、主な獲物であるアザラシを狩る部隊が、海氷の上だからです。海氷は僕たちにとって道路であり、狩り場であり、ほぼレストランです。予約はできません。氷が減れば、アザラシを狩れる時間が短くなる。だから普通に考えれば、僕たちは痩せていくはず。実際、この氷が減る、だから痩せる、という流れは、多くの地域で観測されてきました。ところが、北極圏のスバールバル諸島という場所では予想と違うことが起きていました。ここは世界でも特に速いペースで海氷が減っている地域です。研究チームは1995年から2019年にかけてスバールバル周辺の成獣770頭1188回分の捕獲データを調べました。770頭1188回分。クマ界ではかなり本気の健康診断です。すると、体のコンディションは2000年頃まで低下した後、その後は悪化せず、むしろ改善する傾向すら見られたのです。氷は減り続けているのに、です。普通なら、氷が減れば狩りは難しくなる。なのに、痩せなかった。ダイエットの話なら、なぜ、で済みますが、これは北極の生態系の話。かなり大事な、なぜ、です。ここで、ちょっとクイズです。よかったら、一緒に考えてみましょう。氷が減っているのになぜ一部の北極グマは、体のコンディションを保てた可能性があるのでしょうか。1、餌の取り方や種類が変わったから。2、移動に使うエネルギーが減ったから。3、天敵がいなくなったから。4、氷の下に潜って狩りを覚えたから。さて、正解は1です。4だったら、もう北極グマというより潜水部ですね。理由としていくつか考えられています。一つは、一見不思議なことに氷が減ったことでアザラシが限られた場所に集まり、かえって狩りの効率が上がった可能性です。海氷が減ると不利になる。でもその一方で、獲物の集まり方が変わる。自然界、なかなか脚本が複雑です。そしてもう一つだ、食べ物の幅を広げている可能性です。例えば、トナカイ、鳥の卵、セイウチの死骸、スバールバルの僕らの仲間は、氷の上だけでなく、陸の上にも食べられるものを見つけ始めているようなんです。北極版の食べ歩きというにはだいぶワイルドです。つまり氷の上の狩りが減った分を別の食べ物で少しずつ補っているのかもしれないというわけです。ただしここで絶対に勘違いしてほしくないことがあります。これはだから温暖化でも北極グマは大丈夫という話では全くありません。ここは本当に大事です。研究チームも体のコンディションが保たれていることは海氷の減少に影響がないという意味ではないと注意しています。そして実際他の地域では逆のことが起きています。カナダの西ハドソン湾や南ボーフォート海は海氷の減少とともに北極グマの生存率や繁殖が落ちている。一方で、チュクチ海やこのスバールバルのように
今のところ持ちこたえている地域もある。同じ北極沼でも、住む場所によって、変化の出方がまるで違うんです。ここが、今日の一番のポイントです。自然界は、一つの原因で、すべてが同じ方向に動くわけではありません。氷が減る。獲物の居場所が変わる。移動に使うエネルギーが変わる。陸で食べられるものも変わる。その全部が、地域ごとに違う形で重なって、動物の暮らしに影響します。スバールバルのクマたちは、今のところ、変化をうまく受け流せているのかもしれません。でも研究者は、こうも言っています。この、受け流す力は、その地域だけの条件に支えられているのかもしれない。そして、氷がさらに減り続ければ、いつか限界が来るかもしれない。つまり今回の研究が教えてくれるのは、温暖化は平気ということではありません。むしろ、自然は思っているより複雑で、地域ごとに違う顔を見せるということです。まとめです。今回のポイントを整理します。一つ目、海氷が中速に減っているスバールバルで、ホッキョクグマの体のコンディションは予想に反して悪化しませんでした。二つ目、理由としては、狩りの効率が上がった可能性や、食べ物の幅を広げた可能性が考えられています。三つ目、ただし、これは温暖化でも大丈夫という意味ではありません。他の地域では悪化している例もあり、変化の出方は地域によって大きく違います。白い氷の上のホッキョクグマ、その姿を見ると、つい一つの物語で語りたくなります。でも本当の自然は、もっと入り組んでいます。増えた、減っただけで決めつけず、海氷、アザラシ、陸の食べ物、移動の距離、そのつながりを見ていくこと。そこにこそ、北極で本当に起きていることの姿が少しずつ見えてくるんだと思います。それでは、また。